っとできるひとときを。ひろみボイス。今日が新しい新書が1234567スペース28と1234567891011スペース B21で123456789冊が C で、それぞれが今日が16時から絵本の読み聞かせ。そっか、山田さんがお休みなので、確か私による読み聞かせが2、3冊、子供たち、なるほど、日本の童話と世界の名作、OK です。はい。こんにちは。どうぞ。はい。返却ですね。かしこまりました。はい。では、お預かりいたします。本日カードはお持ちでいらっしゃいますか？はい、お願いします。ゆっくりで大丈夫ですよ。はい。ありました？はい、お預かりします。はい。スキャンされないな。ちょっと番号打ち込みますね。はい。9087-665の5714-9133。はい、大丈夫です。入りました。お返ししますね。はい。では中身少し確認させていただきますね。本日4冊のご返却ですね。はい、承りました。ありがとうございました。
具合報告をしとかないとね、読み取れない。数字を入力すれば問題がないのですが、スキャンしても読み取れませんでした。こちら何か、不具合起こっていますか？OK。ちょっと聞いてみないとね。はい。はい。あ、こんにちは。はい。あ、借りる方ですね。はい。大丈夫ですよ。まずカードお預かりしますね。はい。はい。ちょっともう一回やってみようか。あ、いけたかな。あ、入った。よかった。で、こちらお返しします。はい。こちらが本ですね。はい。中に汚れや傷がないか少し確認しますね。はい。大丈夫ですね。はい。こちらも、こっちはちょっとね、汚れがもともとある本でして、ここにきちんと書いてあるので、はい、ご安心ください。ここもあるかな。ちょっとここもちょっとだけ破れているので、追加でちょっと書いておきますね。はい。21ページ。21ページに、1センチほどの破りありと確認済み。あとは大丈夫そうですかね。はい、OK です。はい。OK です。で、本日2点ですね。返却日は2週間後になりますので、よろしくお願いいたします。はい。どうぞ楽しんでください。そろそろ読み聞かせの時間かな。はい。どうしなきゃな。皆さん、こんにちは。今日はひろみボイス読み聞かせの時間にお越しいただきまして、ありがとうございます。今日はみんなと一緒に日本の童話と世界の名作を読んでいきたいと思います。皆さんもお話を聞きながら、どうぞその場のイメージをね、膨らませて、お話はどんな、例えば人が出てきて、どんな山だったら山なのかとか、川なら川なのかとか、ご自身の頭の中で思う存分好きなように描いて聞いてみてください。はい。はい。それでは一番最初はね、こちら。有名なお話ですね。おむすびころりんを読みたいと思います。はい。日本昔話、おむすびころりん。いつものようにおじいさんは山へ焚き木を取りに出かけていきます。腰につけた包みにはおばあさんが作ったおいしいおむすびが3個入っています。おじいさんは一生懸命焚き木を取りました。おや、もうお昼か。お腹がペコペコだわい。おじいさんは
切り株に腰を下ろしておむすびの入った包みを開きました。では、いただくとするか。おむすびを取り出した時です。うっかり手が滑って落としてしまいました。おむすびは坂をどんどん転がっていきます。おーい、おむすびやーい。おむすびはコロ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 止まりません。やっとおじいさんが追いついたとき、おむすびは穴の中へストンと落ちてしまいました。穴の中を覗いてみましたが、暗くて何も見えません。やれやれ、もったいない。すると穴の中から可愛らしい歌が聞こえてきたのです。おむすびコロリンすっとんとん、コロリンうれしいすっとんとん。聞いていたおじいさんはなんだか楽しくなってきました。もっと歌っておくれ。おじいさんは残った2つのおむすびを次々と穴に転がしました。おむすびコロリンすっとんとん、お餅をつきましょうすっとんとん。おじいさんは踊り出します。おじいさんはあの楽しい歌がもっと聞きたくなりました。でももうおむすびは一つも残っていません。おじいさんは穴に呼びかけました。おむすびはもうないよ。するとどうでしょう。すっとん。おじいさんの体が穴の中に転がり落ちていきました。じいさんコロリンすっとんとん、おむすびじいさんコロコロリン。あの歌が聞こえてきました。気がつくとそこはきれいな大広間でした。たくさんの白いネズミが楽しそうに餅つきをしています。年寄りの白ネズミがおじいさんを出迎えます。おむすびをありがとうございました。私たちは歌うのが大好きな白ネズミです。お正月が近いので餅つきを始めたところです。どうぞゆっくりご覧ください。そう言うとおじいさんも席に案内します。歌ってぺったん、踊ってぺったん。愉快な餅つきが終わるとごちそうが運ばれてきました。おじいさんは白ネズミたちとごちそうを囲み、歌や踊りをたっぷり楽しみました。ネズミさん、今日はありがとう。そろそろ帰ります。じゃあお土産をどうぞ。白ネズミはおじいさんの前に2つのつづらを運んできました。大きなつづらと小さなつづら、どっちがいいですか？私は年寄りだから小さなつづらをいただきますよ。それから白ネズミは
尻尾をおじいさんに握らせて言いました。さあ、目をつむってください。はいはい、つむりましたよ。気がつくと、いつの間にかおじいさんは穴の外にいました。家で帰りを待っていたおばあさんも話を聞いてニコニコしました。まあ、楽しそうですね。お土産のつづらを開けて二人はびっくりしました。なんと小判がたくさん入っていたのです。これを聞いた隣の欲張りじいさんは小判が欲しくてたまりません。へっへっへ、わしは大きなつづらの小判をもらってくるか。早速小さなおむすびを一つだけ持って出かけました。小さなおむすびを穴に投げ込むとかわいい声が聞こえてきます。おむすびコロリンすっとん。欲張りじいさんは待ちきれなくなってすっとん、穴の中に飛び込みました。まもなく欲張りじいさんは大広間に着きました。白ネズミたちが餅つきをしています。さあおじいさん、ごちそうを食べてください。おう、どんどん運んでこい。欲張りじいさんは踊りも見ないでごちそうを平らげてしまいました。広間の隅に2つのつづらが並んでいます。あれが小判が入っている大きなつづらと小さなつづらだな。よーし、ネズミを脅かして小判のつづらを全部取ってやれ。欲張りじいさんはなんと猫の鳴き真似をしたのです。にゃーにゃー。白ネズミたちは大騒ぎです。みんなが騒いだので穴の中はもう大変。ガラガラ、パッタン、ドスン。柱や壁が崩れ、あたりは真っ暗になりました。これではつづらを持ち出す暇もありません。欲張りじいさんはやっとこさっとこ穴から這い出しました。ふう、欲張るんじゃなかったわい。顔は土だらけ、着ていた服もボロボロです。優しいおじいさんとおばあさんはつづらの中から出てきた小判を貧しい村人に分けてあげました。ああ、ありがたい、ありがとうよ。村人はとても喜びました。おじいさんとおばあさんは村人に感謝され、いつまでも仲良く暮らしました。では続いて世界の名作「長靴を履いた猫」を読んでみたいと思います。世界の名作「長靴を履いた猫」。ずっと昔、ある村に粉引きと3人の息子が暮らしていました。いくら働いていても暮らしは貧しく、食べるのがやっとでした。粉引きはとうとう病気になって死んでしまいました。
上の2人の息子は粉引き小屋とロバをもらうと弟に言いました。お前には猫をやるぞ。可愛がっていたし、それでいいな。もう粉引きの仕事もできない。どうしよう。弟は道端にぼんやり座り込みました。がっかりしないで、僕に任せておいてよ。猫がニコニコ笑いながら慰めます。ありがとう。でも一体どうするんだい？そこで猫は頼みました。僕にその長靴と袋をください。不思議に思いながら弟は長靴と袋をあげました。長靴を履いた猫は早速野原に出かけました。ぴょんぴょーんとうさぎがやってきます。猫はあっという間にうさぎを袋に入れて捕まえました。猫は袋を担いですぐにお城へ向かいます。そして王様にうさぎを差し出しました。主人のカラバ公爵からのプレゼントをどうぞ。これは嬉しいことだ。王様は大喜びです。次に猫は麦畑でうずらを捕まえました。カラバ公爵から王様へ贈り物です。すっかり喜んだ王様はお礼にごちそうをどっさりくれました。ある日のことです。王様の馬車が近づくのを見た猫は弟の服を脱がせました。さあ早く水浴びをしていればいいんです。弟は首をかしげながら言われた通り川に入りました。大変だ。カラバ公爵が川に流されるよ。猫の叫び声を聞いた王様の家来が助けに来てくれました。草むらに弟の服を隠して猫は言いました。ああ、主人の服を盗まれてしまいました。驚いた王様は代わりの服を持ってこさせました。馬車の中のかわいい王女様も心配そうです。上等の服は弟にとても似合ってまるで王子様のようです。王女様は一目見ただけで弟を好きになってしまいました。よし、次の作戦だ。猫も嬉しそうです。私の馬車でこの辺りを走ってみませんか？王様が誘いました。そうなさい。猫も勧めます。弟が馬車に乗り込むと猫は先回りをして牧場に走りました。この辺りは恐ろしい魔王のもので、人々は魔王に朝から晩まで働かされていました。やってきた猫はみんなに頼みました。王様の馬車が通ったら、ここはカラバ公爵のものだと言ってください。そうすれば
魔王を退治してあげます。それを聞いてみんなは喜んで約束しました。やがて馬車がやってきました。窓から王様が尋ねます。ここは誰の牧場かね。カラバ公爵のものですよ。麦畑のお百姓さんも喜んで約束しました。やがて馬車が通りかかり、王様が大声で尋ねました。ここは誰の畑かね。するとみんなは一斉に大声で叫んだのです。この麦畑は全部カラバ公爵のものですよ。なんという広さだろう。王様は目をパチパチさせています。その間に猫は山の上の大きなお城へ走りました。そこに恐ろしい魔法を使う魔王が住んでいるのです。近くまで来たので魔王様にご挨拶したいのですが、猫は勇気を振り絞って中に入っていきました。魔王は恐ろしい顔で猫を睨みつけています。魔王様、大きなライオンに化けることができるって本当ですか？本当だ、ガオー。魔王の姿はパッと消えて、大きなライオンが吠えました。震えながら猫は言いました。でもまさか小さなものには化けられないでしょう。すると魔王は怒って小さなネズミになりました。今だ。猫はネズミを捕まえると食べてしまいました。間もなく王様の馬車がやってきました。カラバ公爵のお城へようこそ。びっくりしている弟に猫は教えました。そうです。今日からあなたはカラバ公爵になったのですよ。王様はカラバ公爵が立派なお城にいてもちっとも威張らないので感心しました。王女と結婚してほしい。本当ですか？公爵も王女様も嬉しさでいっぱいです。カラバ公爵、王女様、万歳。人々は魔王がいなくなったので大喜び。二人の結婚を心から祝福しました。お祝いの踊りが夜遅くまで続きます。僕はお前をもらって本当によかったよ。カラバ公爵はそれからも猫も大切にして仲良く暮らしました。はい、皆さんどうでしたか？楽しかった人、はい、はい、よかったです。それでは今日、自由に本もね借りてお家でたくさん読んでください。今日は来てくださって本当にありがとうございました。もうこんな時間か。今日はそうだ、スキャンも大丈夫でしたって書いとかなきゃ。先ほどご連絡したス
キャン不具合の件ですが、問題ありませんでした。すみません。でも念のため確認してもいいかなと思っています。また本の読み聞かせは大盛況でした。おむすびコロリンとガグツを履いた猫を呼びました。子供たちは、釘付けになっていました。毎週のイベントに出てもいいと思います。 OK。 よし、じゃああとは本の整理をして終わりかな。これはちょっと前までは図書館でしか読めなかったから、もう早速予約が入ってる。12345名も待ってるんだ。私も借りようかな。こんにちは。はい、返却ですね。はい、ではカードお預かりします。はい。